はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、タンジジムフォーラです。タンジジムさんの新しいダイナミック型モデルで、ギークな機能がたくさん詰まっているみたいですよ。パッケージは、浅野電機ちゃんが頑張ってるね。フォーラのメタリックな質感、いいな。発売時点でのフォーラの価格は、Amazon で26,400円。私の感覚ではお高めだけど、一般的にはミドルクラスになるのかな。ジャックさん、フォーラはどんなところがすごいの？じゃあまず、心臓部から見ていこうか。フォーラは DMT5 フラッグシップ構造を採用したデュアルキャビティ、デュアルマグネティックダイナミックドライバーを搭載していて、通常のドライバーよりも高い変換効率を実現しているんだよね。つまり、磁気回路を二重にして駆動力を高めつつ、2つの空間を使って音響をコントロールしてるってことですよね。その通り。さらに、フラッグシップユニットと同構造の真鍮 CNC 高精度加工ウェーブガイドフェイスプレートを採用していて、広域から超広域の伝達効率と解像度が向上。フェイスプレートは高高度のサファイアガラス。キスに強く透明度が高いため、内部構造の美しさと音の輪郭を際立たせています。サイズは全体的に小ぶりです。ノズル先端部が 6.6mm と太めなので、波形測定が心配だったんですが、イヤーチップのサイズがあったので、しっかり測定できました。これ、タンジジム TAPB だったんだよな。合計6ペアバンドルされてるのはお得感あるね。確かに。一時期かなり使ってたんで、今回はこれを基準にしよう。はい。普段使っているディバイナスベルベットとの比較結果は、広域が TAPB2 タイプの間ぐらいの出方になっていました。構造の続きね。なんか、すごいぐにゃぐにゃしたシミュレーションの図もあったけど、あれは何？音の渦みたいだったよ。あれは、低乱流アコースティックチャンバー設計のシミュレーション図だね。高速の音波がチャンバー内を通過する際、境界層の分離で乱流が生じると音響抵抗が増し、広域の解像度が低下する。それを防ぐために音の流れを最適化し、広域から超広域のレスポンスを滑らかに整えることで、ボーカルや高音のディテールを鮮明に再現してる。他にも音質面では、独自のヘルムホルツレソネーターとリアチャンバー設計により、5から6キロ帯域のエネルギーを強化。ボーカルの艶や弦楽器の響きといった繊細なニュアンスを際立たせ、滑らかで感度の高いサウンドを実現しています。歌声がすっごくクリアに聞こえるってことだよね。ライブ音源とか絶対気持ちいいやつじゃん。さらに音の流れを最適化するリアープレッシャーリリーフ構造により、地内の気圧を素早く均衡。密閉型特有の圧迫感を抑え、透明感を保ちながら長時間でも快適なリスニングを実現します。それからゲーマーさんにも嬉しいのが3種の交換プラグとアプリ対応。高純度量プラス厚膜メッキケーブルに加え 3.5mm、4.4mm DSP-USB-C が付属し、 USB-C 接続時は専用アプリも利用可能です。専用アプリでバーチャル 5.1、7.1 チャンサラウンドや多様なゲーム向けのサウンドプリセットを選択できる。スマホ用、PC 用、スイッチ用に分かれてるのもすごいし、数も結構あるね。そう。それにアップデートで新しい音響モードも追加されるとのこと。へえ。HRTF 道具伝達関数に基づいた特別チューニングで定位感も強化してるんでしょ？これならゲームへの没入感もバッチリ。敵の足音も聞き逃さない。リスニング用にはデフォルト含めプリセット EQ が5種類。そしてカスタム EQ はフリケンシー、ゲイン、Q が5バンド調整可能。フリケンシーの指定ができるんで結構細かい調整ができそうなのはいいんだけど、 GUI での変更ができないのが不便に感じた。フォーラは交換式ノズル構造を採用していて、ブライト L、スタンダード S、ダイナミック D の3種類のノズルで音のキャラクターを切り替えられるんだ。ブライトはクリア、ダイナミックは低域が熱いって書いてある。私は EDM 聞くときダイナミックノズルでノリノリになりたいかも。波形測定でもしっかり効果があることがわかる。レベルが若干変化するね。ひばりは差分をそのままにした比較。こっちの方が効いた感触に近いだろうね。ブライトは見た通り、スタンダードを中高域中心に持った感じ。ダイナミックは中域以上を抑えて低域を目立たせた感じ。ジャックさんはどれが好き？私はダイナミック派。低域とのバランス感が良かった。今回は3種のノズルの違いを収録しようかと思ってたんだけど、別モデルとの比較の方がフォーラの雰囲気が分かりやすそうだったので、この2モデルと比べてみた。どちらも広域が綺麗に出るのが特徴でしたっけ？そうだね。価格帯がちょっと合わない部分もあるけど、そこはご勘弁を。それは仕方がないですね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
チェックでした。想像していたのとちょっと違いました。フォーラが広域一番出るのかと思っていたんですが、聞いた感じだと支部がチュエ、UTG が細めで目立つ広域だったんじゃない？そうよね。2キロ以下の出方の差もあるし、4キロ以上の出方はチュエ UTG が一番だものね。繊細でスッキリ感があったよね。そうだね。B 級アイズ、クラウドは2キロあたりのピークの聞こえ方に特徴あったんじゃないか。クラウドはボーカルに適した傾向のモデルということだったと思うけど、この中では芯のあるボーカルの出方だったかな。その代わりこの辺りを落としてるんで、ちょっと明るさの印象の違いもあったよね。そうですね。じゃあフォーラを聞いた印象は？スタンダードノズル TAPB 広域強化タイプの組み合わせ中心に聞いたけど、低域は波形で見るよりしっかり出ていたし、何より中広域以上の透明感が心地よい。100Hz 過ぎから 500Hz にかけてあまり減衰させていないあたりが、単なる量感だけじゃない低域の質感につながっているんだろうね。これなら上の帯域をマスクすることも少ないだろうし、中広域以上は視聴開始直後はちょっときつい感じもしたんだけど、慣れてくるとこれがハマる。分離という感覚ともちょっと違うんだけど、それぞれの音の輪郭がはっきりしているんで、細部まで聞き取りやすい。音と音の間の余白がある感じと言えばいいかな。はい。だからサウンドステージも広く感じますよね。そう、音の出所は同じなんだけど、定位感がいいから各楽器の位置、奥行きが分かりやすい。ボーカルの主張はしっかりしていて、自分には十分で、視察音も特に気にならなかった。もちろんピアノ、サックスなどのメロディー系全般ね。足りなかったらブライトノズルを使って調整すれば OK。 広域、シンバル系はうるさくなく、ハイハット、ライド、クラッシュ、どれも綺麗。微調整が必要ならノズルを変えずにイヤーチップを TAPB 低域強化タイプに変えるだけでも効果ある。へえ、じゃあダイナミックノズルにするとどうなるの？低域のバランスが上がる。ただその分広域の透明感がちょっと抑えられちゃう。個人的にはこっちのバランスの方が好きなんだけど、スタンダードノズルの感じもいいんだよな。そっか、つまりどっちも気に入ってるってことか。そう、基本の音質が好みだったらノズルとイヤーチップの交換でさらに自分好みに近づけていけるんで、 EQ 使わなくても十分でしょう。フォーラの滑らかな波形を見ていると綺麗だなーって思います。音響技術、構造設計、そして多様な接続性とアプリ機能、ライトな使い方からこだわりのリスニング、そしてゲーミングまで、この1台で完結できるのが魅力ですね。そうだね、思った以上に良かったモデルですごく気に入ったよ。透明感のある質感を求めている人にはおすすめだね。はい、ということで単視ジムフォーラのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。